部下が一人天に召された。代わりではなくそれ以上を務めろ。写真よりハンサムだな。こう呼ぼう。よろしく R。 全力であなたを護衛しようお嬢。おおよその調べはついていたが、ここヘクマティアルはこの日を境にまとう雰囲気を変えた。いかなる時も笑みを貼り付ける現在のお嬢だ。つまり俺は本当のお嬢をこの目に見たことはない。そうだそうだ、せっかく君に会えるんだからと聞きたいことを用意してたんだ。2年の潜入となる今、我々の標的武器商人ここヘクマティアルとはどんなんかね。わからないというのは一番正しい。彼女を悟らせない。自分の思いを、自分の姿を霞にかける術を知っている。ボスニアで悪党どもの情報をかき集めた頃を思い出す。頭のいいやつ、カリスマ、いろいろいたが全部真っ黒だった。お嬢は違う。状況が黒かろうが白かろうが灰色の道を歩き続ける怪物だ。なんせその境界のような薄いエリアをひらひらと泳ぎながら商売をしているんだから。俺が見た最も美しい犯罪者。 D 共和国のバルカン、ドラゴンの件あっただろう。あの時お嬢はバルダラを人々が生んだ怪物に例え、依頼主の意志にあなたもドラゴンなのではと突っ込まれた。平然としていたが、直後あれあれっとバランスを崩した行動をとることがあった。思うにお嬢は自分が怪物に変化しつつあるのに気づき、部下が自分の元から去ってしまうのを恐れたのではと。人間らしいじゃないか。今はまだな。私は彼女が制御不能の怪物になるのを望まない。最大の懸念は日本人科学者天田南博士との接触。一体何を企んでる？知りたいね。怪物に化けるのはこの女2人同時だ。そんな気がしてならない。